こんにちは。こんにちは。本日の動画は塗装なんですけど、いつもと違うちょっと特殊な、はい、いくつかあるうちの一つの手法。そうですね。結構楽しい動画になると思うので、そうね、見はい、栄えがバッと変わるんで。はい、早速作業をやっていきましょはい。今トップ面は塗装が乗ってない状態。生地研磨が終わった状態ですね。かなり細かく傷がないように研磨してます。番手でいうと800番ぐらいまで研磨しています。で、バック面はこんな感じ。アッシュなんやけど今回は。トップ面を生地着していくんで、サイドに色がつかないように先に、ウレタン塗装をしてコーティングしてます。バックは塗装が乗った状態ですね。で、サイドの乗るとちょっと手間なんでマスキングします。今回は青色なんでカラーがシースルーブルーなんで、こういう青い塗料染料を使って染めていきます。こういう感じでう。結構な匂いしますね。そうね、やっぱ塗料やからシンナーの匂いがすごいね。今結構こうムラだらけ、あんまり綺麗に塗れてないと思うけど、この後に、乾いたら研磨してしまうんですよ。はい。研磨して落とすと木目の強く入ってる部分は残るし、浅く入ってるところは削れて白くなるんで、木目が強調されるわけですね。だから逆に傷とかがあると傷に入り込んで取れなくなっちゃうんで、研磨がすごくシビアに巾着する前はしてたり。なるほど。はい。でこれが乾いたらまた研磨し直します。乾いたので、はい、塗料が乾いたんで、研磨で削り落としていきます。サウンドペーパー何番ですか320番です。？320番ってどうなんですか？320当てれば普通に塗装はできるレベルのペーパーの細かさ。傷が目立ちにくいけどシースルー系の塗装やともっと細かい方がいいかなみたいな。結構しっかり色落としたいから今回は320からかけていきます。はい。こんな感じでどうでしょうかね。結構薄くなったけどクリアを吹くともっとバキッと出るから、見る角度でもこう入り方が違うから、この辺とかはね結構濃く入ってる。結構凹凸感が出ました。そう立体感がすごく出るよね、こう切り着すると。これはちょっとおまけ的な感じなんですけど、木の銅管が太い木材には目止めっていうので、こう銅管を先に潰しとかんと塗装をすごく吸い込んで塗装がいつまでたっても埋まんなくなっちゃうんで、それもやってもらおうかなと思って、で今回は黒の目止めをね、塗っていきます。結構ねかっこいい、見た目的にもかっこよくなるからいいんですよ。いいんですよ。ウッドフィラーというような。結構ドロッとしとる。そうもともと白っぽいグレーっぽい色なんやけど、それにちょっと黒で着色してます。へえ。こういうのペット。結構ワイルドなんですね。いや、これはだいぶ慎重なぐらいのそう量よ。なんですか。こんな感じで擦り込んでいきます。ここが濃くなってる部分、こういう感じで、はい、詰まっていきます。もうでもいいよ。仕上げていきます。だからね、次は拭いていきますよ。はい、お願いします。これを切るといい気分ですね。さっきより陰影が、しっかり出たと。今からね、もうちょっとこう吹き重ねていって、こういうちょっと、染み込んでムラになってるとことか、こう銅管でへこんでるとかを埋めて平坦にしていきます。裏もね一緒に拭いて
この前の状態から何回かクリアを重ねて研磨をして今銅管が決まったところで、今回のオーダー内容的にこの生地着色したカラーに青のバーストをかけるようなカラーなので、今からバーストを吹いていきます。真ん中は生地着を剥がした感じのカラー、これで裏も青くいって、はい、このぐらいの濃さの青で揃えます。トップ面のこの上側は汚いと思うけど、これは研磨で取るから問題ない。最終のクリアを吹き終わってるんで、研磨をしてバフ掛けしていきたいと思います。これ持って、うちは今3種類のバフを使ってて、コンパウンドで変えてて、もともとこういう柔らかいネルバフっていうんやけど、ネルシャツのネルと一緒。これに粗いコンパウンド、こういう赤い粗いコンパウンドつけたりとか、もうちょっと細かめのコンパウンド、で最終これは鏡面仕上げのコンパウンドつけて徐々に磨き上げていきます。一番粗いコンパウンドですね。光沢は出たけどちょっとまだ傷がある感じです。もうね、結構光沢はしっかり出てきてますね。最後に鏡面仕上げのコンパウンドで仕上げていきます。バフが仕上がりました。イエーイ。めっちゃ綺麗ですね。もうピカピカでしょ。かっこいい。これね、仕上がり楽しみやで。はい、完成しました。完成しました。イエーイ。どうですか？どうですか？いい感じにできました。いい感じじゃない？結構このバースの感じとかも綺麗に吹けた気がするし、木もすごいね、キルトの木すごい綺麗な。ピンクアイボリーの指板と青のコントラストも個人的にはすごく好きな組み合わせですね。はい。いい感じです。でね、これレーザーピックアップカバーをね、今回入れました。はい。ちょっと左右に触れますか？こんな感じで？そう、すごないこれ？そう、レーザー彫刻というかレーザーマーキング。はい。こうやって結構ね、角度によってめっちゃ色変わるんですよ。なんで、はい、ぜひこれ実物がね、黒沢楽器さんに、東京の池袋店さんですね。はい、に行くので、ぜひこのレーザー彫刻も含めて弾きに行ったり見に行ったりしてもらえると嬉しいです。ぜひ。